まあちょっとね、季節の春になってきましてね、本当に、もう桜があっという間に散りましたけほんと早かったね。ど、で、まあ新年度に入ったということで、うちのチャンネルでも何か新しいことをまたしたいなと思ってたんですよ。ほう。一個やってみたかったなと思ったのが、北九州のミステリー。おお。はい。でももう一回前。それで梶町の近代史を僕が今日収集されたんですね。一人のこと。召集やったわ。今のところ髪型だけですね。コースの方でしょ。実写の方ですよ。本当やね。で、ちょっとまあこれまでそういうミステリーみたいな謎みたいなああ、いい、好き、部分っていうのを掘り下げたことなかったし、楽しそう。これをねちょっと新しい企画としてやってみても面白いんじゃないかなと思って。はい。いいとも。よくわかります。北九発信バラエティ京子とグッピーの共有チャンネル。僕が説明するよりも、はい。今回はもう見てもらった方が早いかなと思って。おお。見るパターン。で、僕ちょっと事前にある部分のは VTR を作ったんですよ。い。はい。で、今日はそこでこれを2人に見てもらってそこから始めようかな。楽しそう。初ワイプ。いや、そんな嬉しい。初めてワイプ。とある晴天の日、グッピーは小倉南区の僻地へと車を走らせた。ちょっと待って、これ怖いな。実にのどかで空気もうまく、ドライブにはもってこいの場所である。グッピーの声じゃない。AI。車を走らせること30分。巨大なダム、増渕ダムに到着。秋の紅葉も相まってとても綺麗なロケーションだ。そんな増渕ダムからさらに今回私が目指す場所はこちらの菅生の滝。さらに車を20分ほど走らせると道は次第に険しくなり、山奥へと一本道が続く。入り口付近には駐車場があり、そこから滝までは徒歩で進むことになる。滝行ったことある？誰とも会わない道中はとても静かで、自分の足音と鳥のさえずりが BGM になっている。1分ほどで菅生橋に到着。ここから本格的に菅生の滝へ足を踏み入れていくことになる。もちろん道中誰ともすれ違うことはない。行ったんじゃないですか？行ったって。木々に覆われ川のせせらぎの音を感じながら、ひんやりとした森林浴スポットをひたすら進んでゆく。しばらく歩くと地蔵が並ぶ中間地点に到着する。この辺りには不動明王や地蔵菩薩、水子地蔵などが多くあり、独特の雰囲気を醸し出しているが、供養や祈願をする神聖な場所として苦しむ人々の心に寄り添ってきたのだろう。とはいえ意味が分かっていても、一人で歩くには少々勇気がいることは映像を見ていただければ十分伝わるだろう。地蔵ゾーンを抜ければついにゴールへ到着。そしてこちらが菅生の滝。ヒーリングパワーをもらってめでたしめでたしそうね、そうね、多い。ではなく、実は私の本当の目的は
全く別のものにあったのだ。先ほどの菅尾橋に戻り、改めてスタートしよう。そのまましばらく歩き、ふと立ち止まり、左側の山手を見上げれば、ずっと一軒や突如現れる謎の建造物。珍百景何やら立派な神社のような施設。ちょっと分かりにくいので、もう少し近寄ってみよう。やっていいの？看板には世界最上京、あるいは最上京と読むのか。不気味に佇むこの建造物、どうやら何かの宗教施設のようである。一体誰が何のために地蔵との関係はあるのか、謎は深まる一方である。というはい VTR だったんですけど、そもそもこれ、まあ菅尾の滝をね、はいはい僕がちょっとドライブがてらねはいはい行くっていう口実にというか、実は行きたかったので場所が別にあったと。なるほでこれはいつかね京子さんにもちらっと言ったことがあったんですね。だけどもしかしたら今日この VTR 見ながら、もしやとは思ったかもしれない。はい、言い寄ったやつやでもそれをなんか結構詳しい人、まあ、年配のお客さんとかにちょっと聞いてみてって言って、誰も知らんの何もねえ、もしかしたら知ってたけど記憶消されてるとかそう知っとんけどねでなんかそれでもともとその菅尾の滝っていう場所が、やっぱりそのお地蔵さんのエリアもあって、供養の場所でもあるという、で実際僕もネットで検索してたりとかいろいろしていく中で、まあ、ネット上ではそのちょっと心霊スポット的なもので有名になってる、ありますね奇跡体験アメリカでちょっと話戻すけど、まず、菅尾の滝がまずなんでそんなに心霊スポットとして言われてるかっていうと、夜の雰囲気だけじゃなくて、あそこには白蛇伝説っていうのがあるらしいんですよ。はいはいはいそういう秘伝の物語というか、一説もあるんですよ。幽霊としてみたいな形で出てきてるっていう。ちょっと怖くなくなった、それを聞いたらあれじゃあみたいな。あとはあの滝のあたりに、その白装束で滝行というか、なんかそういう修行みたいなものをしている人がいるらしくて、さっき僕が最後に出したみたいにやっぱりあの施設があったんで、よりなんかその何やろうっていう人間的なミステリーもねなんかあったんで、ここら辺は一回僕はちょっといろいろ切り分ける必要があるんじゃないかな。なるほど、はいはいはい。で、あの宗教施設なんですけど、近辺をちょっと散策してみたんですよ。なんかね、これは奥の方にどんどん歩いていくと、こういうね、なんか細い道がさらに続いてたんですよ。ちょっと修行場というか、そういうのかもしれませんね。で、なんかこういうね、その竜というか竜神様みたいなのはいはいはいがあって、ですしね。でこれがちょっとわかんないですけど、なんか竜の形のモチーフの像で、なんかそこから口から水が出てたんで、こういう感じでなんかいろいろこっちにもいろいろ地蔵があったりとか、なんかいろんな神様の像があったりみたいなのがあって、でさっきの看板の世界最上京ってあれどうも読むらしくて、その世界最上京でじゃあどういうのが引っかかるのかっていうので調べてみたんですよ。世界救世教っていう似たようなものが出てきたんですよ。でこの宗教はどちらかというと割とスピリチュアルな感じでな宗教観があって、でもう一つ検索で引っかかったのは、岡山にある日蓮宗の西条稲荷山妙教寺っていう
西条稲荷教の総本山のお寺があるらしいんですよ。でさっきの看板のであれの横に西方付属法華宗七宝山妙法寺って書かれてたんですよ。全くもって分からんけど、分からん。でさらにそれをヒントに調べてみたんですよ。そうすると佐賀にあるお寺なんですよ。どうやらここはそれの菅生道場って言って、七宝山妙法寺の修行をする場所なんですよ。なるでいろいろ調べていって連絡先が分かりまして、ほど。はい。ほで問い合わせてみたんですよ。はい。だから出なかっはい。た。でさっきの佐賀の方にもかけてみたけど出なかったんです。でこれ結構しつこくはい。問い合わせたんですよ。う。相当問い合わせたい。あとは小倉南区の区役所とかうん。うんうんうん。区役所もわからないほということで岡山のその日蓮宗のう。うん。ところに電話したんですよ。ほう。こちらで一回調べましょうかうん。はほう言ってくれたんや。言ってくれて、い。ね、それも気になるでしょううね。ん。でお互い僕の連絡先も交換して、やっぱりそれでもいまいちそのうちの宗派とはやっぱ違うらしくて、ちょっとわからないと。じゃあその修行っていうのは何を指すものなんですか、あと道場とかで、それはもちろん宗教にもよるんだけど、もちろんやっぱ滝行とか、あとその施設の中に入ってお経を唱えるとか、なんかそういったことをその集まってしてるとかで、おそらくそういうことをしてるんじゃないんでしょうかということです。ここが正直何なのかとかはもうここまでしか俺もわからないんですけど、だから思ったほどその見た目の雰囲気ほど不気味なその団体とかではないとないですよね。いうことだけは伝えておきたいな。アンケナイトスクープの匂いもしますよね。確かに。何なんですか。真相解明を目前に情報が途絶えてしまった今回のミステリー。かくして真実とは追いかければ追いかけるほど離れていくものなのかもしれない。この教訓を胸にグッピーはこれからも調査を進めていく。これね、だけど今後もし何か気になったものがあったら、ぜひぜひ教えてください。でプラス視聴者の人もコメントなり、公式のメールに送ってもらえれば僕が調査に向かいますので、じゃあぜひぜひどしどしお待ちしておりますので、確かにお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。こちらまでね。最後はほら。名言です。